皆さんこんにちは。現在テレワークの増加に伴って自宅にワークスペースを作る方も多いかと思います。そして現在は健康や生産性の観点から立ちながら作業ができるスタンディングデスクがトレンドになっています。Google や Facebook をはじめとした企業のオフィスだけでなく、自宅のワークスペースにスタンディングデスクを導入する人も見受けられるようになりました。このようなトレンドが生まれてきているのはどうしてなのでしょうか。その理由は、座り続けることで健康や生産性に大きな影響があるということが様々な研究で分かってきたからです。WHO は2011年に座って動かない生活は肥満や糖尿病、高血圧、がんなどの病気を誘発し、世界で年間200万人の死因になっていると発表しました。シドニー大学の研究によると、1日11時間以上座る人の総死亡リスクは4時間未満の人と比べて 40% ほど高くなるとされています。また、カリフォルニア大学の研究によると、座っている時間が長い人ほど認知機能を低下させ、またこれらの影響は強度の運動をしても相殺されないとのことです。なお、長時間立ち続けて作業をすることでパフォーマンスが低下するという研究もありますが、現状言えることは、座りすぎ、立ちすぎなどの長時間同じ姿勢をとっていることには問題があるということです。こういった問題点を解決するために、簡単に作業姿勢を変えられる昇降式スタンディングデスクの導入が今世界中で進んでいます。とはいえ、スタンディングデスクを導入したいけれど、何を選んだら良いかわからない、どうやって作ったら良いかわからないという方も多いかと思います。この動画では、オーダー天板を使った昇降式スタンディングデスクの作り方と、その考え方についてご紹介していきたいと思います。まずはじめに商品の選び方の全体像からご説明させていただきます。昇降式スタンディングデスクを導入する際、大きく分けて完成品を購入するか、足と天板を別々に購入するかの2つの選び方があります。完成品は手軽に導入できますが、比較的値段が高くなってしまいます。逆に足と天板を別々に購入して組み立てる方法は、作業の時間はかかりますが、サイズ・素材の自由度が高く、値段も低く抑えることができます。今回は足と天板を別々に購入し、足をフレキシスポット社製のものを使い、天板はネットショップで購入して DIY を行う方法を解説していきます。まず、フレキシスポット社製の足の選び方についてです。足のフレームは大きく分けて手動のものと自動のものの2種類に分けられます。さらに自動のものは昇降範囲が狭いタイプと昇降範囲が広いタイプの2種類に分けられます。図のモデルは左から右に行くに従って機能が増えていきますが、それと同時に価格も高くなってしまいます。おすすめは低く設定ができ、最適な姿勢が保てる右側の2つのモデルですが、こちらはご自身の予算と相談しながら最適なものを選んでみてください。私は低く設定ができ、障害物検知機能などもついた E7 というモデルを選びました。次に天板に使う木材を選んでいきます。天板の価格もピンキリですが、傷がつきにくい硬い木材を選ぶようにしてください。今回作成するにあたって事前に何種類か木材サンプルを取り寄せて、質感の確認と塗料の組み合わせを検証しました。あくまで一例ですが、なるべく価格を抑えたい方はゴム修正剤やアカシア修正剤を選ぶのがおすすめです。また、値段が張ってしまいますが、質感の高いものが欲しいという方は、木材のホワイトオークやウォールナットを選んでみてください。天板のサイズの考え方についても軽く触れておきます。幅のサイズは広ければ広い方が作業がしやすいというのが基本的な考え方になります。区切りとしては120センチ、150センチ、180センチというサイズが考えられると思います。部屋の間取りと相談しながら最適なものを選んでみてください。奥行きはノート PC を使う方は約50センチ、デスクトップ PC を使う方は約60センチから70センチを目安に選んでみてください。厚みに関しては薄いと安くなりますが、強度が弱く華奢に見えてしまいます。逆に厚いと価格が高くなるのですが、重厚感のある印象を持たせることができます。今回私は材質はウォールナットを選択し、サイズは幅が180センチ、奥行きが65センチ、厚みが3センチという寸法で注文してみました。次に DIY の作業手順についてです。使用した道具の詳細や価格は概要欄に載せているので、合わせて確認してみてください。作業の全体で使用するものは、床をマスキングする養生シート、運搬用の滑り止め手袋、粉塵の吸い込みを防止するマスクの3点になります。まず天板の下処理をしていきます。
用意するものはこちらになります。はじめに240番のヤスリを使って木目に沿ってヤスリ掛けをしていきます。平面のヤスリ掛けが終わったら180番のヤスリを使って角部分の面取りもしておきます。全体のヤスリ掛けが終わったら固く絞った雑巾で天板を拭いておきます。そして次に塗装をしていきます。ワトコオイルを使って1回目の塗装をしていきます。軽く乾燥させた後、2回目の塗装をしていきます。塗装後すぐに濡れた状態で400番の耐水ヤスリを使って研磨していきます。研磨後に残っている塗料をウエスで拭き取ります。さらに質感を高めたいという方はワックスがけをしてください。ブライワックスというワックスをウエスを使って塗っていきます。木材によっては硬めのブラシでこするとツヤが出てきます。最後に空拭きして完成となります。塗装とワックスがけについて参考にさせていただいた動画を概要欄に貼っておきます。次にスタンディングデスクの足を組み立てていきます。スタンディングデスクの足は土台部分と支柱部分、天板を支える部分の大きく分けて3種類の構造になっており、簡単に組み立てることができます。今回私は鬼目ナットとボルトを使って天板と足を取り付けましたが、付属の木ネジを使って取り付けることも可能です。このようにオーダー天板を使ってスタンディングデスクを DIY することで、自宅のインテリア空間に調和するスタイリッシュな作業デスクを作ることができます。ということで以上、この動画が少しでも参考になれば幸いです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。